終世紀モビルスーツ、モビルアーマー解説。まだまだ続くよ。次回、機動戦士後付け。君は、子さんの涙を見る。皆さんこんにちは。ゆっくり解説のレイムです。解説のマリサだぜ。今回は、復讐のレクイエムに登場した、ガンダムの解説になります。ネットフリックスにて配信された作品である、機動戦士ガンダム、復讐のレクイエムに登場した、モビルスーツの解説を行っていくぜ。それが今回解説する、主人公機のガンダムってことね。違うぜ。主人公機ではないな。むしろ、ラスボスなんじゃないかな。どういうこと？それらも含めて解説していくぜ。では、そろそろ、RX78GE、ガンダム EX の解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、RX78GE、ガンダム EX になります。ガンダム EX は、地球連邦軍が開発した、モビルスーツのプロトタイプの一つになるぜ。今までの一年戦争時のガンダムと比べると、見た目が別物ね。そうだな。作品自体が今までとは違うしな。ただ、メカニックデザインは、古くからガンダムのデザインをしている人だぜ。ガンダム EX は、型式番号を見るとわかりやすいが、地上での戦闘に特化した、プロトタイプモビルスーツで、敵地深部への強行偵察と、撹乱を行うため、活動能力と運動性能が高められているぜ。要は、稼働時間と運動性能に特化した、ガンダムってことね。そうだぜ。これに寄与しているのが、軽量化を図るためにデザインされた、モジュール装甲と、アフターバーナー付きハイブスラスターカバーノズルだぜ。ちなみにモジュール装甲とは、増加装甲のような後付けでなく、当初から交換可能な構造を持って、組み込まれている装甲で、アフターバーナーとは、ジェットエンジンの排気に対して、もう一度燃料を吹き付けて、燃焼させて、高水力を得る装置のことだぜ。現代でもある技術ってことね。そういうことだな。では、ガンダム EX についてもっと詳しく解説するぜ。ガンダム EX のベース機は、RX78 系とされ、頭部に格納されていた小型バルカンは、4門の機関銃に換装されているぜ。60ミリは小型ではないよね？そうだな。これは機載ミスか、またはモビルスーツが搭載する火器としては、小口径ということじゃないかな。他にも頭部は、偵察機としての性能を高めるために、通常のモビルスーツよりも多くのセンサー類が、格納されており、その機能の切り替えに伴い、カメラアイの点灯部が変化するぜ。カメラアイが変化するって珍しいよね？珍しいな。この辺がまさに試作実験機だな。他には、敵制空圏下での活動を想定しているため、肩部に強力な対空兵器として、ショルダーガトリングを装備。この兵装は、対モビルスーツ戦における牽制、及び一般兵器に対する攻撃を目的とし、内蔵ではなく、外装化することによって、装弾数と火力、射速の向上が図られているぜ。これってパージも可能なの？もちろんだぜ。パージすることで軽量化し、運動性能を高めることが可能だぜ。徹底的に軽量化をしている点で、ジムライトアーマーに近いわね。そうだな。その結果、RX78-2と比べて、約2トンほど軽量化しているぜ。ただ、ジェネレーター出力は低下しているぜ。一長一短って感じね。そうだな。ガンダム EX は、機体の可動性を高めるために、減量している装甲を補うために、大型シールドを装備。このシールドは、上下に転調することが可能だぜ。このシールドも大型だけど、中抜きなどして軽量化しているわね。ガンダム EX は、有志海戦闘の、白兵戦がメインだからだろうな。なんせ装備している兵装は、ビームサーベルを3機装備。この兵装は、地球連邦軍モビルスーツの主兵装の一つで、近接戦闘時において、強力な威力を発揮するぜ。一年戦争当時は、これを防ぐことができる装甲は、存在しなかったぜ。ただ、エネルギーがつきやすいため、複数携行して対策しているぜ。だから3本装備しているのね。そういうことだな。射撃兵装としては、ビームライフルを装備。この兵装は、
ガンダムの驚異的な戦闘能力を象徴する武装で、それまで宇宙艦艇にしか搭載されていなかった、ビーム兵器を携行可能にした兵装だぜ。とんでもない威力だったのよね。そうだぜ。モビルスーツを一撃で破壊する威力を持つぜ。ビームサーベルもビームライフルも、広告軍モビルスーツにとっては脅威よね。そうだな。ガンダム EX は、点灯変化するカメラアイが特徴的だが、これは、各種センサー類が増設されていて、偵察目的の運用が、図られているための機能だと思われるぜ。なんというかガンダム EX って、威力偵察機って感じよね。まあ、このガンダム EX 自体が地球連邦軍の、プロトタイプだしな。モビルスーツ運用のための、様々なテストを兼ねていたってことだろうな。ちなみに地球連邦軍とは、その名の通り、地球連邦内に設立された軍隊で、宇宙を含めた、地球圏最大の戦力を誇っていたが、広告軍の攻撃により大ダメージを受け、戦力の回復を図りながら、反撃の機会を伺っていたぜ。その反撃に使用されたのが、この、ガンダム EX ってことね。そういうことだな。宇宙世紀0079、11月に、地球連邦陸軍によって、ヨーロッパ戦線で実戦投入されており、広告軍の、レッドウルフ隊と交戦しているぜ。なるほど。まさに反攻作戦に投入されて、大活躍したガンダムってことなのね。広告軍側からすれば、白い悪魔だろうけどな。ちなみにこのガンダム EX は、評価運用後は、開発資料が失われたため、戦闘商法などの記録調査により、今後全貌が解明されることが、待ち望まれているぜ。どういうことなの？このガンダム EX のパイロットは、少年兵だぜ。本名や年齢、出自に至る経歴が、一切不明で、劇中を見る限り、ニュータイプの素養があるように見えるぜ。ただ、少年兵ゆえに甘さもあったな。もしかして、強化人間なのでは？まだそこまでの詳細な設定はないが、広告軍パイロットの精神と感応し合っていたな。ガンダム EX と敵対したパイロットも、ニュータイプの素養があったわけね。そういうことだな。これらに関しては、現在配信中の、機動戦士ガンダム、復讐のレクイエムをご覧ください。なるほどね。これが、ガンダム EX なのね。今回の解説いかがでしたか？ガンダム EX が登場する作品は、多国籍のスタッフが参加しており、モビルスーツのデザインなどが従来とかなり違うが、一応宇宙世紀の一年戦争を舞台にした作品になっているぜ。メカニックデザインも外国人ではなく、山根君俊氏だしね。そうだぜ。なお、現在ネット上に様々なデマが流れているが、今回解説した以外の情報は全部、デマだと思った方がいいぜ。それだけフェイク情報が多いのね。そういうことだな。周平チャンネルでは、正しい情報のみを使って、解説をするのでご安心ください。周平チャンネルは、あと10年は戦える。では、今回はここまで。また次回会おうぜ。また次回お会いしましょう。